皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1139日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1350名、戦車13両、装甲戦闘車25両、砲31門、多連装ロケット2両、ドローン28機、巡航ミサイル15発、その他車両71両、となっています。戦線全体では178回の地上戦の報告がありました。そして、視覚的に確認できるウクライナ軍の装備の損失数と、ロシア軍の損失数の比率は、1対 1.07 で、ウクライナ側の損失数に比べ、ロシア側はその 1.07 倍になります。ロシア軍の損失は民生用のバン、軍用トラック、オートバイが多く、反対にウクライナ側はピックアップトラック、装甲戦闘車が目立ちます。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。戦争研究所とイギリス国防省は、それぞれ3月までのロシア軍の前進速度が着実に減少していると発表しました。両者は情報源が異なっていますが、同じ傾向を示しています。イギリス国防省の数字では、11月のロシア軍の占領面積は730平方キロ。12月は393平方キロ、1月は326平方キロ、2月は195平方キロ、3月は143平方キロとなっています。戦争研究所でも同じ傾向を示していて、ウクライナ軍がポクロフスクとトレツクで局所的な反撃を行い、陣地を取り返していることが、ロシア軍の侵攻を遅らせるのに貢献していると分析しました。投稿主が計算したところでは、このペースでウクライナ全土を占領するのに、あと5244ヶ月437年、ロシア兵2億5171万人の損失が必要になります。2番目。ウクライナ軍事情報局 HUR は、傍受したロシア軍の通話記録を公開し、ロシア軍の司令官が激怒し、兵士らに隣の部隊を襲撃するよう命令しました。公開された音声では、第55連隊をやれ、撃て、それが大隊長の命令だ。とにかく撃て。と繰り返し、隣の友軍を攻撃するよう命令している内容となっています。コメントでは、この司令官は、第55連隊が命令に躊躇し、ウクライナ軍に身をさらして突撃しなかったことに苛立ちを感じた結果だとしています。3番目。トランプ関税の衝撃に加え、サウジアラビアもロシアに打撃を加えました。ブルームバーグによると、サウジアラビアはアジア向けに設定したアラブライト原油の価格を5月から1バレル2ドル30セント引き下げると発表しました。現在ロンドン市場のブレント原油は65ドルで、その後も月を追うごとに64ドル、63ドルと下落していて、ロシア連邦が歳出の削減を強いられる水準となっています。4番目。このような情勢について、有名なロシアの軍事ブロガーのカラシニコフは、さすがに、プーチン政権の崩壊が避けられないとは直接表現していませんが、ロシアは熱核爆弾攻撃に圧倒されたと表現し、ロシア崩壊を示唆しました。カラシニコフは、2022年に電撃戦で失敗して以降、消耗戦で困難が訪れ、国の発展はなく、経済苦境に見舞われた上に、石油ガス価格が下落するとは、最も悪い組み合わせがやってきた。
これから崩壊が訪れ、激動のことが起きるだろう。何が起きるかもう明らかだ。みんな理解して団結しようと、弱体化したロシアがもう生き延びられないことを表現しました。また、西側諸国で数々のテロを首謀し、プーチン政権を批判した罪で刑務所に収監されている極右主義者のイーゴル・ストレルコフも、今後数ヶ月以内に、ロシア軍が複数回の痛烈な反撃を受け、前線でロシア軍が敗北する。それは、ツァーリボンバ、世界最大の水爆が投下されるようなものだと、破局的な未来を予測しました。ストレルコフは、2022年秋に、ウクライナ軍がハルキウ奪還を成し遂げた直前の状況に、危険なほど似ている。敵は、多くを学び、多くの点で強くなっているが、我が前線の指揮官は全く進歩していないと危機感をあらわにしました。今後については、バイデン大統領の時代を懐かしむようになるだろうと状況が悪化することを指摘し、なぜわざわざウクライナなのか？なぜジョージアに侵攻しなかったのか？ジョージアに侵攻すれば、こんなことにはなっていなかったと、クレムリンがウクライナに侵攻したことを悔やみました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、これまでこの分野で起きた様々な出来事を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。また、海外から毎日聞いている人が一定数いますので、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ロシア軍が奪還作戦を行っているクルスク。ウクライナ軍が越境攻撃を行い侵攻したベルゴロド。そしてハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は雨。最高気温12度、最低気温1度。今日の天気予報は曇りとなっています。この方面でロシア軍は17回の攻撃、22回の空爆を行い、ロシア軍が国境を越えて前進し、ウクライナ軍がドローンで排除しています。1番目。そのうち連日お伝えしているバシフカの集落では、ロシア軍ではバシフカを占領したと主張し、ウクライナ軍が偽情報作戦だとして否定しています。一方、位置情報付きの映像では、ルジアンがわずかずつ前進しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第116国境警備旅団のもので、地図の場所にある家の様子を観察しているところとなっています。戦況図では、この少し後方までをルジアンが占領したとして更新しました。面積は4平方キロになります。2番目。グエボでは、昨日の動画で、ウクライナ軍が空爆を行ったことをお伝えしましたが、その後、ロシア軍は別の方向に歩兵による突撃を行い、前進を試みています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第82海兵旅団のもので、地図の場所にある建物に取り付くロシア軍の様子となっています。この攻撃は、ウクライナ軍のドローンにより撃退されたことから、戦況図に変更はありません。それ以外は、戦況図に変更はなく、ロシア軍の攻撃は前進につながりませんでした。ベルゴロド方面。この方面では映像などはありませんが、ウクライナ軍がデミドフカで前進しました。ロシアンの軍事ブロガーによると、ウクライナ軍はデミドフカの集落の西側にある陣地に奇襲攻撃を仕掛け、驚いたルジアンが陣地を放棄して逃げ、そのままウクライナ軍が占領しました。この情報については、ウクライナ軍の第225突撃大隊も SNS に書き込み、バカ者め。我々のドローン部隊は、お前たちの兵站を破壊している。事態はもっと面白くなりそうだと、今後のさらなる攻勢も示唆しています。戦況図では、
該当する森林をウクライナ軍が占領したとして更新しました。面積は 1.5 平方キロになります。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは1回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。一方、ウクライナ軍のトレフボフ報道官は、この方面の戦況について、敵は大規模な攻撃を計画し、我が軍が開始前にそれを察知して撃退したと述べ、これにより、120人以上のルジアンが地面に召されたと伝えました。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で3回、スバトベクレミンナ戦は26回、シベルスク周辺では5回、チャシフヤール方面で3回、トレツクの方向は20回攻撃を行いました。スバトベクレミンナ戦。この方面では、ロシア軍が日和見的な攻撃を行い、ウクライナ軍が限定的な反撃を行っています。そのうち、マキーウカでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が反撃し、集落南西の一部地域を奪還しました。ご覧いただいているのは、ロシア軍のもので、ロシア軍のドローンが地図の場所を観察している様子となっています。この場所は1月9日にルジアンが占領したところですが、占領地を縮小させ、この場所まで1キロの範囲をウクライナ軍が奪還したとして更新しました。トレツク方面。この方面でロシア軍は市街地で苦戦を強いられ、突破口を探して様々な試みを続けています。また、ロシアンが市街地の東側から中心部の方向を撮影した写真では、住宅には屋根がなく、高層アパートの一部が崩れているのが確認できます。そのうち、北の鉱山では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが鉱山施設に取り付き、前進を試みています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第28機械化旅団のもので、地図の場所の様子となっています。戦況図では、この場所の南側300メートルをルジアンが占領したとして更新しました。それ以外については、戦況図に変更はなく、ルジアンの攻撃は前進につながりませんでした。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では75回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で8回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ロシアン軍に増援が送られてきていて、攻勢を続けています。1番目。連日お伝えしているシェフチェンコでは、ロシアン軍が建物を一つ一つ確認し、再占領しています。ご覧いただいているのは、ルジアン側のもので、地図の場所で作戦行動を行っているルジアンの様子となっています。昨日もお伝えしましたが、投入されている部隊は、かなり連度が高いようで、少数で行動し、建物からウクライナ軍を次々排除しています。戦況図では、この範囲をウクライナ軍の奪還地から再度係争地に更新しました。2番目。ポクロフスクの西にあるウダチネでは、ルジアンが歩兵による前進を試みていて、ウクライナ軍がドローンで応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第3スパルタン特殊作戦旅団のブラックスカイチームのもので、地図の場所の様子となっています。戦況図では、この付近のウクライナ軍の奪還地を縮小させ、再度係争地として更新しました。それ以外の多数の攻撃はウクライナ軍により撃退され、前進につながりませんでした。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面で、ロシアン軍は、
機械化攻撃と歩兵による突撃の両方を行い、占領地の拡大を図っています。そのうち、アンドリーフカでは、位置情報付きの映像によると、集落北の郊外で機械化攻撃を行いました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図の場所で展開する歩兵の様子となっています。戦況図では、この場所の後方をルジアンが占領したとして更新しました。面積は2平方キロになります。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは6回攻撃を行いましたが、ロシア軍に成果はありませんでした。その他、世界的に有名なロイター通信によると、ロシアは化粧品、マッサージ枕、大きな子供が使うアダルティおもちゃの入った小包に爆薬を仕込んで破壊活動を行った可能性があるとしています。これにより、イギリス、ドイツ、ポーランドの倉庫で爆発が次々に起きました。当局が調べると、小包の中には派手な化粧品や派手な下着に混じって小型の焼夷弾が入っていて、マグネシウムなどの様々な化学物質で作られた発火装置と中国製の起爆装置が仕込まれていたとのことです。関係者が匿名を条件にロイターに語ったところでは、犯行は計画的で GRU が関与している。末端の作業者はテレグラムで指示を受け、成功すると数千ユーロ、数十万円を受け取るとのことです。一方、ロシア政府は関与を否定し、ロシア嫌いの表れだと主張しています。また、大きな子供たちのおもちゃは、航空機で欧州各国に運ばれていて、航空機のテロに発展する寸前だとしています。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。